こんにちは、あきこです。今日もインドからお届けします。今日は7月の運勢を読んでいきたいと思っています。で、このね、7月ね、どんな月になるか、みんな興味ありますよね。私もどんな感じになるのかなと思ったんですけど、今月は、一言で表すとすると、面白い時になると思いますね。子供のような感じで、無邪気さとか楽しさとかで、破壊と想像も入ってくるので、結構こう、なんていうのかな、今までのエネルギーがガラッと変わる可能性があるんですけど、それがねプラスの方にポジティブに向かっていくんじゃないかなっていう感じがしますので、とにかくねここをねうまく利用して楽しんでいくといいと思います。気軽に楽しむ、自分がちょっと子供になったような感じで無邪気に楽しむっていうのがポイントだと思います。OK、 それでは、数比で読み解いていきたいと思います。今月の数字はね3っていう数字なんですね。で3っていう数字はもう本当にね子供なんですよね。無邪気な子供、明るい、子供ですね。生きる喜び、あとはアイデアとか、自由な自己表現、創造と破壊、生きる喜び、楽しむこと、楽しむことですね。あとね、やっぱお尻軽く波に乗るっていうか、もう波乗っちゃうっていうか、もう乗ってったみたいなことに気がついたりとか、なんかそんな感じになるんじゃないかと思いますので、エネルギーがね、ガラッと変わるんじゃないかなっていう感じがしますね。そこも楽しむっていうのかな。無邪気に楽しんでると、あれいつの間にかこんな感じになっちゃったっていう感じで、ダイナミックなことがいとも簡単にあっさりと起こるような、そんな月になるんじゃないかと思います。楽しみだね。もうこれ聞くだけでワクワクしますよね。そして、マヤ暦で読み解いていくとすると、今から、7月の10日まで黄色い戦士の時になりますので、黄色い戦士の時はもう大胆にダイナミックにチャレンジの時になります。ダイナミックにチャレンジするとシンクロが起こるので、ちょっといつもやらないようなことをやるといいと思います。マヤ暦はちょっと後で細かく読んでいきますけど、ちょっと流れを今説明しますね。で、7月10日までが黄色い戦士で、その後7月11から7月の23まで赤い月になります。で、赤い月の時はね、使命感を持つといいので、ミッションとか使命感を持って、一つのことを掘り下げていく。あえて使命感を持つっていう風にすると大きなシンクロが流れてくる時になりますので、いつもそういうこと考えない方もそのようなところをやっていただくといいんじゃないかと思います。で、その後7月24日、7月24日から、その終わりまでですね、来月の何日までだろう、13日間になりますので、来月の前半の部分も白い風になりますけれども、メッセージを伝えるとか、メッセージのところで、なんていうのかな、スピリチュアルな時になりますので、気軽に感性とかそういうものを大事にしていくといいと思いますし、メッセージを伝えるのに絶好の時になりますので、そのあたりを、自分自身のね何かに使っていただけるといいんじゃないかと思います。それでは細かく読み解いていきますね。で、まず7月10日までの黄色い戦士の時っていうのがどういう時か今見てきます。はい、お待たせしました。黄色い戦士の時は目標に立ち向かい突破することで人生が開ける時ですね。挑戦とか目標を定めてそこに対してチャレンジしていく。で、この時っていうのは、大胆にチャレンジすると大胆であればあるほど大きなシンクロがやってくる。またこの時にピンチが来たら最高の運気。ピンチ来てますか？最高ですね。最大限のチャンスに変えるエネルギーが流れているっていう感じです。急ぐ必要はなく自分のペースで進むと逆にスピードがアップする時だって面白いよね。調和に向けて感じたものをそのまま発信していく時でもある。隠し事ができないチャレンジャーの時ですね。正直に生きる、戦いを恐れない、大胆な行動、大胆なコミュニケーション。大胆ですね。だからあえて大胆ってつけて大胆に、散歩するとか、大胆に私は今日自転車に乗りますとか、なんかそんな感じでちょっと大胆ってつけると面白いなって今日思ったので、あえてね大胆に動いてみるといいと思います。私はねこの時に結構大胆な前回の動画も
黄色い戦士の時なので、ああいう動画はねやっぱり私はほとんど撮らないけど、大胆にやる時だからやっちゃえと思ってやっちゃったって感じなんですね。だからちょっと参考にしていただければいいんじゃないかと思います。はい。で次、7月11から7月23が赤い月の時になります。で、この7月11から赤い月に変わるのと同時に、ちょうどね、マヤ暦っていうのは13日間と52日間で見るんですけど、大きいくくりは52日間で全体的なところを見ていくんですけれども、この52日間、7月10日までで、一つの52日間のくくりが終わります。そこがまあ大胆にチャレンジする時なんですけど、この7月11から、新しい52日間っていうのに入っていますので、この52日間がまずどんな感じなのかなんですけれども、再スタートに備える次元上昇の時になります。徹することで使命に目覚める、思い出す時、自分の役割、天命、ミッションと思えることに対し使命感を持ち行動する、大切なものを見つける、この52日間っていうところでそのあたりを意識していただけるといいんじゃないかと思います。 OK。これはね、赤い月、この7月11から7月23の赤い月ともリンクするんですけれども、まあ、全体的な52日間っていうところ、7月11から始まる52日間もここの辺りを意識していただけるといいんじゃないかと思います。じゃあ今、赤い月を読んでいきますね。はい、お待たせしました。で、赤い月の時ですね。この時は使命感を持ち新しい流れを作る改革の時になります。役割とか使命、ミッションをあえて、自分自身で持つことによって大きなシンクロが起きてきますので、それを持つといいですね。一つのことを極めるといいみたいですね。で、まずは自分のミッションに気づくことが大切。赤い月の時の使命は自分で選ぶものではなく宇宙からの贈り物、そして探すものではなく自分の過去から思い出すもの。赤い月の時はいろいろなものに意識が向きがちですが、宇宙からの最大限のプレゼント、シンクロを引き寄せるためには一つのことを極めることを意識し、新しい流れを作ることを意識してください。その時に世界の流れを変えてしまうほどのシンクロを引き寄せることができる。すごいね。この時は自分に集まってくるエネルギーを自分に取り入れていく時でもある。今この時に伝わってくるエネルギーは宇宙の音とか、新しい時が始まる暗示が出てるみたいですね。だから使命感を持つといいっていうところです。で、過去から思い出すことによって、その使命感を見つけやすいみたいなんですけど、私はちょっと補足として過去と今の自分の気持ちが結構その気持ちの差が出てきてしまう時があって、そこでね結構使命感を持とうとして苦しそうな方をよく見かけるので、私はねあんまり過去を利用しないんですけれども、それよりも今のこの旬な今私ですね、ご自身がやりたいことを今の旬の今やりたいことっていうのかな、それをやることが、この使命感にもつながりますし動きやすいので、今の旬なところの使命感を持つといいんじゃないかと思います。使命感、役割とかミッション、そこら辺で何か探そうと思う場合は旬にやりたいところっていうところを意識するといいんじゃないかと思いますね。楽しいですね。あえてこの役割とかミッションとかね持ってみるといいのかなと思いますね。 OK。 でこの52日間っていうところもだから使命感をねあえて持つといいみたいだから面白いね。そして、7月の24日から白い風に入ります。はい、白い風でございます。白い風はですね、7月24日から8月入ってきます。人と語り合い共感を求める感性の時です。風通しよく、音楽とかポジティブな思考を意識するといい時ですね。で、この白い風の時ってね、やっぱりこうちょうどオリンピックがある時ですよね。で、世界にねメッセージを伝えていくといい時なんですよ。だからこれは結構マヤ暦なんていうのかな、反対とか賛成とかね、やっぱりなんで今の時にオリンピックやるのって思うけど、プラスに行くといいなって私は思うんですね。ちょうどこの時白い風の時にだから世界へとメッセージを伝えていく時なんですよ。
7月24日がです。で、ご自身のためにもどんどんね、利用してくださいね。で、白い風の時は、その時大切なのが自分が相手に共感してみること。自分が相手に共感できた時、素晴らしいシンクロが引き寄せられる。また感性が磨かれる時です。いろいろ音楽とか美術とか映画とかそういったとこでご自身の感性を磨いてみてください。スピリチュアルなかなり時にですね。あと共感者を見つけるっていうこともポイントであったり、自分の思いを伝えたり語り合う、心を安定させる時ですね。だからこの時に結構ちょっと思い切って自分自身のメッセージを伝えてみたり、近くの人に何かそれを伝えてみるとか、そのような表現をしてみるとか、そういったことをしていくといいんじゃないかと思いますね。感動を伝えていくことによって大きなシンクロが引き寄せられてくるっていう時です。面白いですね。だから今月はこんな感じの流れになってますので、本当に全体的を見るとね、宇宙の流れに乗っているっていう感じがしますね。で、子供のように無邪気にっていうとこが今月のポイントですから、なんかこう、なんていうのかな、いつも重い感じの方とか、なんかなかなか気分が上がらないっていう方も子供のようにちょっとなってみて、あえて楽しむっていうこととか、何かにチャレンジして新しいどんどんエネルギーを自分に取り込んで、新しい扉をポン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 って開けていくといいんじゃないかと思います。で、皆さんのためにね引いたカードがまたこれがすごいカードなんですよ。新たな道を切り開く先駆者リーダーのカードが出ているんですね。これは本当スターシードってもうこういうことなんだと思うんですけど、新しいやっぱり扉が開いていく時に今入っています。でちょっとねこのメッセージのカード素晴らしいので皆さんに向けて読んでいきたいと思います。先駆者となる理想のリーダーになる。道が完全に舗装されるまで待っていたら、あなたは自分で道を切り開くことはありません。それどころか一歩踏み出すこともないでしょう。道を示してくれる人がいないことを、自分が先に進まない言い訳にしないでください。それはむしろ先に進む理由になるべきです。勇敢で優れたリーダーは誰かの許可など待ちません。準備ができていないからと先延ばしにもしません。ただ深呼吸をして一歩踏み出し、進みながら良い方法を探るのです。誰かに導いてほしいとも思いません。自分で自分を率いるのです。これはリーダーへ向けたカードです。どうぞ先駆者となってください。最初に一歩踏み出し、他の人を導いてください。あなたのことが間違って世間に伝えられていると感じたら、同じように誤解されている人のためにも声を上げてください。あなたが強い関心を寄せるテーマについてまだ誰も意見を述べていないなら、あなたの考えを皆に伝えてください。あなたのように独特の技術、才能、経験を兼ね備えた人はいません。過去のやり方に頼らないでください。リーダーは自分自身の道を切り開かないといけません。あなたの子供や年下の人たち、そして未来のリーダーのためにそうしてください。あなたの後を他の人はついていくでしょう。けれどもあなたは誰かの後に続くのではなく先に進んでください。すごいね、メッセージだね。だからまずは自分が自分のリーダーになるってことですね。自分が自分のことを、導いていく、っていう意識がいいんじゃないかと思いますね。誰かのやっぱり後を追ってるとね、それは結局誰かの道であって、自分の道とは違いますから、自分の道に集中していくっていう風にしていくといいんじゃないかと思います。じゃあこのカードと、皆さんへのメッセージを今、下ろしますので少々お待ちくださいね。7月の皆さんへのメッセージをお願いします。創造主から、今下ろします。大きく、扉が開く時が来ています。大胆にチャレンジしていくことにより、その扉がどんどん開いていって、もともとご自身が持っている、大きなエネルギーと同調していきますので、大胆にチャレンジしていくといいみたいですね。皆さんすごくつながっていますので、高次元と、ハイヤーセルフですね。ハイヤーセルフとつながっていますので、そのつながりに自信を持っていくこと、つながりに対して、疑念っていうのかな、
ちょっとこれちゃんとつながれてんのかなとか、私はそれで合ってんのかなっていうその疑念を払拭していく、それを払拭していくこと、どんどん払拭していくことによって、自分自身の大きさをどんどん使えるようになってくる、自信が出てきたり、それを思い出していくっていうことにつながっていって、宇宙の根源の源とご自身が同調している体感が出てきますので、そういうふうにしていくといいっていうことを言っています。いつもあなたと、私はつながっていないことはありませんので、ご自身の中で自分のペースで、やっていってくださいって言っています。で、今月っていうのは特に、その体感を感じやすい時みたいなので、子供のように無邪気に言ってきてましたけど、そのように気軽に楽しんでやってみてくださいって言っています。そんな感じかな。私たちの楽しさっていうのが全ての鍵を握っているのは私たちの楽しさ、喜びとか楽しさっていうところがバーってこの地球のね波動が上がったり、私たちのこのポータルの扉がどんどん開いていくポイントになってきますので、無邪気に楽しんでくださいって言ってます。はい、そんな感じです。それでは、今月7月の、運勢を読み解きました。楽しそうな月ですね。いろんなことがあると思うんですけど、子供のように無邪気に楽しんで、みてください。皆さんね、本当にいいペースで進んでると思いますので、いろんなことがあると思うんだけど、ここはね、やっぱりこう宇宙の後押しがたくさんあるっていうこと、全体的な流れを読んでて思いましたので、流れに身を任せながら自分の、内側をクリアにすることに使っていくといいんじゃないかと思いますので、やってみてください。ではでは。